以前配信したティア表動画、そこでは251体のキャラを評価したわけですが、今回はそのティア表のキャラたちをガチャ別に分けてみました。これを作ったきっかけなんですが、ギガントゼウスガチャのキャラが SS に4体もいるのかってことはガチャで一番当たりなのかな。でも SSS 以上にラスボスニャンマがいるのかなら、超撃ダイナマイツの方がすごいのかな。数値化して整理したらなんか分かりやすいかもなんて気にし始めたのがきっかけでした。まずは一番左側のアルファベットを見ていただきたいのですが、ランクを数値化しています。 D なら1ポイント、 C なら2ポイント、 B なら3ポイントと、上に1つ上がるごとに1ポイント上がっていきます。一番上は 4S の10ポイントです。次は窓マギを例にお伝えします。 D に1体いるので1ポイント、 C に1体で2ポイント、 B に2体いるので3ポイント足す3ポイント。このように各キャラをポイントで足していきます。そして最後に合計数字をキャラ数で割ります。今回は合計が18ポイントだったので6体で割り平均3ポイントはティア表でいうと B ランクなので、この窓マギは B ランクということになります。もし平均が4を超えていればそれは A ランク、逆に2であれば C ランクです。ティア表のランクの意味はこういう感じで設けていますが、概要欄にも載せておきます。それとこの窓マギにはいませんが、不明キャラは前回のティア表でそもそも評価していないキャラになりますので、こちらは含まれておりません。それとこのティア表はバージョン 13.4 ですので、それ以降の本能、超本能、第4形態は含まれておりません。コラボだとルローニケンシンコラボ、第4形態はスペクトルキャットまでです。で、ここからとても大事なことをお話しします。それはこの動画の楽しみ方についてです。まずガチャの良し悪しがわからない方、結局どれ引いた方がいいんだろう的な初心者の方、この動画を見ていただければなんとなくガチャの全体像がわかるかと思います。なんかウルトラソウルズやギガントゼウスがいいって聞くけど、いまいち何がいいかわからない、そういう人いると思います。今回ティア表を数値化したことで、そのいまいちわからないはすっきりするかもしれません。ただここで注意点。この動画はガチャの解説動画でもなければガチャのランキング動画でもありません。あくまでティア表を数値化してガチャごとに分けてみたという動画です。そのため一つ一つ細かく説明はしていません。このガチャはこういう感じなんだという楽な感じでお楽しみください。次にガチャをある程度把握されている方、へえそうなんだという感じで肩の力を抜いてお楽しみください。ティア表なのでこのキャラこのランクないでしょとか、このキャラ強い弱いとか、いろいろよぎるのはわかりますが、キャラの評価についてはティア表動画の方でたくさん意見飛び交っておりますので、そちらにてコメントをお願いします。この動画はあくまでガチャにスポットを当てていますので、その辺ご理解いただければ動画主としては嬉しく思います。そして最後にここは絶対に押さえてほしいんですけど、ティア表を数値化していますが、ランキングにしてガチャの優劣を決めたいわけではありません。数値化したことで確かに上下はっきりしているのですが、数値化したら意外と面白かったんだけどみんなと共有したいな的な軽い気持ちで作った企画ですので、みんなも軽い感じで見てほしいです。その中でも始めたての方とかガチャの良し悪しがわからない人には有益な情報になるのではと思っただけです。最強ガチャランキングではなく、ティア表を数値化してガチャ別にしてみたら意外と面白かったがこの動画の趣旨ですので、よろしくお願いします。本編ではカテゴリーを5つに分けて紹介、出てくる順番は平均数値の低い方からです。では本編いきましょう。これを見ると改めて昔のキャラ、昔の環境のガチャなんだなと感じます。評価していない不明キャラのカレットが S プラス以上でようやく B ランクに行けるほどなので、強さの面だけで見ればだいぶ厳しいガチャと言えますね。とこんな感じでこの後も軽く感想を言っていきたいと思います。それとこの後のコラボガチャ全般にも言えることですが、コラボガチャはそもそも次がいつ来るかわからない、最悪もう来ないとかも全然ありえます。コラボガチャは毎年必ず来るものではない、ここだけは初心者の方絶対に覚えておいてほしいですね。ある程度にゃんこやってる人は大丈夫だと思いますが、ガチャ引くか悩んだ場合はその時期に必ず動画が出回るので、いろいろ見るといいかなと思います。それでも迷った場合は生配信で私に聞いてください。お答えします。では次のガチャに行きましょう。2017年からかなりの期間が空き、
今回2024年に復活したメタルスラッグ、ロカが新たに追加され、それ以外の4体には第3形態が実装されました。2体しか評価できていないのは少し物足りないですが、不明キャラの3体は性能的には B 前後かなという印象なので、加味したとしても B よりの C という感じで落ち着きそうです。このガチャこそ次来るのか本当にわからないですね。ちなみに私はヤドカリがずっと欲しかったので、このガチャ来た時は本当嬉しかったですね。B を軸に上と下でうまく分かれているガチャ。B は強いが使わないというランクなので、一応強い以上が6体中4体もいるのはそこまで悪くないガチャなのかなと個人的には思います。全体で見たら数値は低いですけどね。窓マギの原作が好きなので、また来たら無条件で私は引きます。ちなみにマミさんは確定で1万猫缶くらい回したのに持っていません。よりによって私、マミさん推しなんです。なぜ推しのマミさんだけ来なかったのでしょうか。伝説の号機を含んだら少し数値は上がると思いますが、上から下までうまく分かれたバランスいいガチャ。さっきの窓マギもそうですけど、ティア表でこうやって見るとガチャってうまく力調整されているんだなと分かりますね。ブランカやルークがいるストリートファイターのレッドというガチャが別にあり、そちらは後々登場します。 B が3体 A が1体と、いわゆる外れのないガチャ。逆を言えば抜けて強いキャラがいないガチャです。 B 以上に全員揃った要因はやはり本能の存在かなと思います。他のガチャでは本能どころか第3形態すら来てなかったりもしますが、このガチャでは4体全てに本能が来ています。それもあってか全員が B 以上という評価でした。消滅都市はオンラインサービスが終了したので、次があるのか気になるところ。毎年恒例となっていた消滅都市コラボ、2025年は果たして来るのでしょうか。16は評価していないので不明ですが、含んだとしてもおそらく平均 B 評価だったと思います。 B、C のキャラはガチャの初期キャラ、 A 以上は比較的新しめです。やはり環境下の影響はあるなとこれを見て思いますね。第3形態が実装されたら全体的にかなり使いやすそうなキャラたちばかりです。セイバー、黒桜の2強です。この2体は第3形態が実装されていますが、残りの6体には来ていません。根本的な性能の差もありますが、第3形態の有無はかなり大きいと思いますね。メタルスラッグのようにフェイトも開催期間が大きく空いたガチャなので、来たらガチャ含めしっかり遊び尽くしたいところです。一つ前のフェイトと全く同じ数字になったメルストガチャ。しかし内訳を見ると、フェイトの時のセイバー、黒桜2強みたいに上下はっきり分かれているわけではなく、A と B を中心に上下広がっています。このガチャは本能が来たり第3形態が来たりと、今後も来るたびに少しずつ強化されていくのかなと思います。正直思ってた以上に高くてびっくりしたというのが感想です。 B ランクの4体が一番下というガチャで、いわゆる外れなしガチャと言えます。個人的には頻繁に来るコラボかなと思っていましたが、全然来てませんね。おそらく実装当時もそんなことを思っていたのか、このガチャはまさかの7体中5体も持っていないんですよね。個人的には次来たら色々とゲットしたいところです。不明2体がいますが B 前後のキャラなのかなと思いますので、含んでもおそらく B 着地になりそうです。2回目開催時にランマのレオタードが1体追加されたので、今後も実装イコール何かしらのテコ入れは期待したいですね。13号機が不明キャラにいます。13号機は S 前後かなと思うので、もし含んだら A ランクに着地しそうです。エヴァはなんとなく強いだろうなと思ってたら、やっぱりいい数値でした。キャラが強い弱いは大事ですが、それ以上に使徒が使えるっていうのが冷静に考えて熱すぎる。先ほどの序盤に出てきたブルーは平均 3.14 の B ランクだったので1も離れています。ブルーは B を中心に上と下で分かれているようなガチャでしたが、こちらのレッドは A 以上で固まっています。ここまでガチャで違いがあるとは思っていませんでしたが、こうやって見るとうまく分けてるもんですね。ちなみに合わせるとこんな感じです。平均 3.64 の B ランクでした。
D ランクや C ランクはこのティア表においては強くないとしているわけですが、グランドアビスやレジェンドクエストなど適正場面では普通に使えるキャラたちなので、総合的に見てもストリートファイターは当たりガチャなのかなと思います。上から下まで広がっているガチャ、特にアスカの存在が大きく、全コラボキャラで国男と並びトップタイの評価でした。それとは反対に D ランクキャラもいるため、うまくバランスが取れていますね。先ほどのセカンドと比較するとこんな感じ。ストリートファイターのように上下タイプかバランスタイプかで分かれている印象があります。うまく分けられてますね、ほんと。合わせるとこうなります。 4.31 の A ランク、13号機も含んだらさらに数値は上がるので、エヴァガチャはやっぱり強かったですね。ちなみに数値ではエヴァは上から2番目でした。一番高かったのはこのガチャです。わずか4体で全てが A 以上という神ガチャだったルローニケンシン。この動画時点では新規コラボで時期が一番遅いので、環境の影響が大きいと思います。超ダメ確定シールドブレイクの斉藤さんやタイシロ、あくまで烈波無効のケンシンなど、明らかに今の環境に合った性能を与えられています。2023年中で来ていたらここまで強くなかった可能性は十分ありえますね。この時点で強いので、次来る時に第3形態は期待薄いですが、新規キャラだけでも十分熱そうです。今回コラボガチャは14個紹介したわけですが、一番数値が高かったのはこのルローニケンシンコラボでした。次は季節ガチャに行きます。不明キャラにダイバーカンナがいますが、A 前後と仮定して含んでも C ランクのままです。季節ガチャの特徴ですが、基本的には亜種で形成されています。亜種は本家に比べると性能面が少し低い傾向にあるので、本家が A なら亜種は B や C になりがちです。このサマーガールズも明らかに下の D、C、B に固まっています。先ほどのコラボガチャと比べてもこの季節ガチャの特徴は出てるのかなと思いますね。A ランクのバルス亜種、B ランクの真田亜種が引っ張っているガチャ。ハロウィンガチャは毎年来ますが、特に気にしたことなかったので、こんな感じなのかと少し驚きました。新規キャラや第3形態実装など何か手こ入れしないと時代に全く追いつけない気がしますね。でも真田持ってないんで、真田だけは個人的に欲しいです。あ、わざわざこのガチャじゃなくても超国王祭で手に入るか。前田の亜種が一つ抜けて優秀のガチャ。スノーカイは第3形態で強くなったので、他キャラも第3形態に期待したいところ。ただやはり季節ガチャの宿命というか、亜種は総じて低くなりがちですね。不明キャラが5体よりそれぞれ B 前後には入りそうなので、含んだら数値は少し上がりそう。超国王祭は超激レアの排出率が 7% と通常の 5% より 2% 高い。さらに季節ガチャのキャラが集結しているので、キャラを1体でも増やしたいと考えている人には割といいガチャなのかなと思います。ただ見てもらってわかるように C と D に集中しているので、このガチャに強さはあまり求めない方がいいかもしれませんね。カムクラの亜種が入っていませんが、含んだとしても B ランクのままかなと。キャラが少ないものの適正場面では使えるキャラが揃っているので、割といいガチャなのかなと個人的には思いますね。かぐや姫で一気に押し上げた感があるガチャ。このガチャは亜種ばかりではなく本家キャラが入っているので、数値が上がったのかなと思います。不明キャラが2体いますが、含んだとしても A ランクのままで着地しそうです。ベルベーヌは本能前の評価なので C にいますが、総合的にはいいガチャなのかなと思います。普通に両キャラ揃ってるなという印象です。猫アイストップスターが不明にいます。性能は C 前後といったところなので、含んだ場合上と下ではっきり分かれたガチャと言えます。上は常設キャラ、下は亜種のキャラという感じですね。このガチャが2番目に高かったわけですが、次のガチャが季節ガチャ、一番高い数値でした。不明キャラ次第では A プラスランクもあり得たこの女王祭が季節ガチャで一番高い数値となりました。
伝説キャラの排出率が 0.6% と通常の 0.3% の倍で設定されているのが特徴で、イザナギ、イザナミを除いた常設伝説キャラが揃っています。伝説が欲しい人は特に狙うべきガチャですね。ちなみに私はこれで伝説を出したことはありません。バベル求む。一番数値の低いガチャで A ランクという質の高いバスターズガチャ。ただ内訳を見ると上下はっきりしているガチャ。ちなみにこのテルンは第3形態前の評価です。バスターズガチャはおまけアップが基本重なるので、最後が超激レア確定なので猫缶に余裕あるなら狙う価値はあり。ただ全部で2100猫缶と大量なのでそこだけは要注意。おまけアップが基本重なるとは言いましたが、バスターズ開催時に必ずおまけアップが来るかは定かではありません。有識者いたらコメント欄で教えてください。今まで紹介したガチャでは初めて A プラスが登場。最低が B ランクで上は SS と非常に優秀なガチャ。しかも浮いてる敵はかなり多いので、ここのキャラを複数体持っているだけで序盤から後半まで色々使えます。なおベビーは第4形態前の評価。カムクラは超本能前の評価。13体中8体が S 以上というかなり強めなガチャと言えます。ただ上の方は超本能や第4形態組が揃っているので、あくまで育てればという感じ。こちらもエアバスターズ同様赤い敵は多いので複数体持っていると色々と使えますね。初めて S ランクが登場。引っ張っているのは上の2体ですね。対メタルのキャラではあるものの、ゾンビに行けるポセイドンやボス戦で活躍する麦わらなどメタル以外でもいけます。ベルベーヌもここに入れてほしいですね。このガチャは2番目に数値が高かったので、この上に1番があります。堂々の1番はこのガチャです。バスターズの中で一番高いガチャ。さらに今回紹介する全ガチャで3番目に高い数値となりました。8体中6体が S 以上という超優秀ガチャ。しかも最低ランクは A ランクの2体です。超本能組が多いので全体的に数値が上がった印象です。にしても強いキャラばかりですね。バスターズはこれで以上になります。それと今回紹介していませんが、バスターズ祭という全バスターズが集まるガチャがあります。平均 5.60 の A プラスの両ガチャです。今までで一度しかおそらく来ていませんが、バスターズ系を全然持ってなかったらそれを気長に待つのもありです。コラボガチャ、季節ガチャ、そしてこのバスターズと紹介してきましたが、次の常設彫刻部門が最後になります。では最後いきましょう。カオルガが不明で評価していませんが、もし含んだら B ランクに落ちそうな気がしています。常設では一番低い数値となったルガ族。なんとなくそうだろうなと思ったらやはりそうでした。しかも何が悲しいって伝説のレジェランが下から2番目の C にいるという。ルガ族は使い方が少し特殊なので始めたての人にはあまりおすすめできませんね。どうしても引きたくなったら確定とか半額とかそういうのに重なった時を推奨します。巴が不明ですが含んでも A ランクには着地できそう。このガチャはもう少し高い数値かなと思ってたら意外と低かったですね。まあ低いと言っても A ランクなのでコラボや季節ガチャなどに比べると両ガチャですね。伝説の7歩が一番高いというある意味しっかりしたガチャと言えます。鉄カッチンが不明ですがこちらは含んでも A で着地しそうです。このガチャは他のガチャとは違い数値で測れない部分があります。それは未来編と宇宙編の存在です。そこに限って言えば間違いなくどれも当たりなので、未来編宇宙編で苦戦している人はまずここの1体を狙うことをおすすめします。もちろん上のキャラが出ればいいですが下のキャラでも十分活躍できます。最低ランクが B というガチャ。全体的に強いなという感じですね。携帯によって使い勝手が変わるので始めたての人にはうまく活かしきれないかもなんて思いました。最初のうちは他のガチャを引いた方が満足度は高いかもしれませんね。上下はっきりしているガチャ。上が特に強いなって感じますね。
基本的にはどのキャラもゾンビに特化しているので、ゾンビ編やゾンビに苦戦している人は引くことをおすすめします。上と下で強さははっきりしていますが、ピクシーズ同様対ゾンビという観点だと基本的に外れはいないかなという印象です。ジャンヌとペガサが不明ですが、含んでも A プラスという感じ。テルンは第3形態前の評価。特に上の2体が SS 入りで大当たりです。ただこちらは超本能や第4形態込みなので、レベル60まで育てないとこの評価にはなりませんので、歴の浅い方はその辺要注意。上の2体は育てることで大化けするキャラたちです。ガンドロスが不明ですが、含んでもおそらく A プラスのままでしょう。A プラスから上に9体固まっているガチャ。ドラゴンエンペラーズはキャラ1体1体のコストがかなり高いので、それに見合った強さなんだなとこれを見ると思います。まあ強いからといって使う使わないはまた別問題ですが、ディオラムスはいいとしてソドム兄さん6450円です。高すぎですね。それでも私は好きです。ちなみにカムクラは超本能前の評価でした。ここからは平均 S ランク以上のガチャに突入します。最低が A ランク、S 以上は9体。なかなかすごいですね。初めのうちはウルトラソウルズ引けばいいよというのはティア表から見ても間違ってなかったということですね。11体中9体はさすがに両ガチャです。明智は不明ですが、含んでも平均 S ランクは維持です。最低ランクが A で、上は SS まで割とバランスよく分かれています。真田は大当たり、それ以外が出ても外れがいないと言えるくらい強いなと思います。一番下にいる今川ですら普通に使えますからね。上の2体がとにかくヤバいガチャ。 S と S プラスにほとんど固まっているのでかなりいいガチャですね。ちなみにベビーは第3形態での評価になります。下の3体も決して弱いわけではないのですが、上が強キャラすぎて下が霞んでいますね。限定キャラ以外で SSS 以上はこの2体しかいません。その2体がこのガチャに入っているのは一言でヤバすぎですね。このガチャが2番目に高い数値でした。次にご紹介するのが常設で一番高い数値となったガチャです。ではどうぞ。不明のガイアが S 以上なら超撃ダイナマイツとトップタイ、 S 未満なら超撃ダイナマイツが一番上になります。とりあえず今回の集計ではこれが一番高い数値となりました。 SS に4体、これはかなりすごいです。私の TI 表では S でも簡単には入れず、 S プラスはさらにハードルが高く、 SS に至っては波のキャラでここに入ることはできません。それが4体もいます。全体的には超本能組が3体、未だ第4形態は来ていません。もしかしたらこのガチャには第4形態は来ないのではとすら思っている自分がいます。ギガントゼウスは見た目に統一感があるので、第4形態だと見た目が変わってしまいますからね。昔からよく聞く初心者はウルトラソウルズ、ギガントゼウス、これは間違っていませんでしたね。〇〇だからこのガチャ引いた方がいいよという理由は大体合っているのですが、ティア表の数値化した面から見てもちゃんと強かったという結果だったので、先人たちの言葉通り初心者はウルトラソウルズ、ギガントゼウスを引いた方がいいですね。付け加えるならバサラーズと超撃ダイナマイツも引いて OK です。どうしてもガチャで迷ったら、その時期にガチャの解説動画出している人が大体いるので、それをじっくり見ましょう。それでも迷ったら生配信で私に聞いてください。お答えします。さて、今までたくさんガチャを紹介してきましたが、残るはあと2つ。超猫と極猫です。現段階で一番数値が高かったのは波動バスターズの 6.50、 次いでこのギガントゼウスの 6.30 です。果たして彫刻はこれを超えるのか。では早速いきましょう。波動バスターズを超えて最高数値となった超猫祭、上と下ではっきり分かれているのが特徴的ですね。このガチャのすごいのが2つ。まずは白御霊、一体いつの時代からいるんですかと。イザナギ、白炎は最近のキャラなので環境に合わせている部分がありますが、白御霊いくらなんでもすごすぎますね。そしてもう一つすごいのが、未だにみんな第2形態というところ。他のガチャでは第3どころか第4、
超本能まで来てますから、いかにこのキャラたちが強いかというのはそういう面から見てもわかりますね。超猫は確率こそ 9% に上がっていますが、キャラが多すぎて狙って出ません。4年間引きまくって白身玉いなかった自分がいます。厳しいですね。伝説のイザナギが登場したことで一区切りというのが大方の予想です。2025年はキャラが増えずに第3形態が実装されるのか、はたまた全く違う角度で新キャラが来るのか、本当見ものですね。お次は最後、極猫いきます。8体中7体が S プラスというぶっ壊れガチャでした。超猫とは平均1も違い、全ガチャ最高数値の S プラスで着地しました。S プラスに到達したガチャはこれだけですね。今まで超猫と極猫を比較したことなかったので、ここまで違うものかとびっくりしました。内訳を見ると超猫は上と下ではっきり分かれていましたが、極猫は上に固まっています。超猫の後に極猫のキャラが登場している。これが差を生む要因な気がしますね。さて最後は超極合わせてみます。上に固まりすぎですね。やはり最強ガチャにふさわしかったです。以上でガチャ別のティア表は終わります。冒頭にも言いましたが、この動画は最強ガチャランキングでもガチャの解説動画でもなく、ティア表を数値化してガチャ別にしてみたら意外と面白かったがこの動画の趣旨です。あくまでエンタメ動画なのでよろしくお願いします。あと初心者の方にどのくらい伝わったか分かりませんが、自分なりに噛み砕いて説明したつもりです。もしなんか分からないこととかいろいろ聞いてみたいことあったら生配信で直接私に聞いてください。最後に紹介したガチャ、数値が低い順に一気に流して終わります。ここまでご視聴ありがとうございました。楽しんでもらえたなら高評価、チャンネル登録はぜひぜひよろしくお願いします。では終わります。バイバイ。